keep walking through the unknown with nothing but my heart alone. If the sky falls, I ちょっと風怖いな。 will rise 確かに。 あ、これ座るようにやったんやね。あ、よくする。トルコのカッパドキアからこんにちは。世界一周中のひろまりです。どうも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 。今回はですね、めっちゃスルーするやん。怖っ。今回はですね、自己紹介動画を撮っていきたいと思います。贅沢にカッパドキアで撮っていきたいと思います。はい、絶景の中でね、はい。ちょっと撮影してまいります。普通はな、世界一周する前に撮るもんやねんけど。確かに。まあ、いい場所でね、うん自己紹介できるんで。それでは早速質問に答えていきたいと思います。パッパといきましょう。はい。はい。まずお名前、マリです。ヒロです。出身地、兵庫県淡路島出身です。島っ子です。田舎ですね。三重県松阪市出身です。牛ね。牛があります。年齢は年齢は31歳です。はい。私は今年で30です。じゃあ2人の馴れ初めをお願いします。どうぞ。あ、俺が言うのね。ちょっとカンペあるんで。セブ留学で出会って、ほんまにガチでずーっと友達5年ぐらいだったっけうん。で、結婚しました。次の質問。夫婦歴、付き合った期間。じゃあまずは夫婦歴から。 11月で3年です。じゃあ付き合った期間は3、4、5、6、7、8、9、10、11。9ヶ月ですね。あ、そんなにありますか。はい。では、じゃあ続きまして、お互いの第一印象をお願いします。なんかちょっと慣れ慣れしいイキリの男みたいなお、めちゃめ感じで。ちゃ言うやん。びっくりするわ。だってなんかちょっと慣れ慣れしい感じで話しかけてきても。今俺ナレーション初めて見るけど、ちゃんと書いてある。ちゃんと、ちょっとイキリ、慣れ慣れしい。ほんまやもん。で、じゃあ俺の、率直な第一印象は、留学先の学校で誰もおらんところで毎日犬と喋ってる女の子っていう印象でした。ちなみに関西弁でゴリゴリ喋ってるっていう。はい。いつも犬に話しかけてます。はい。はい。はい、じゃあ次の質問は、仕事、前職ですね、についてお願いします。はい。私は、日本にいるときは貸し別荘の会社で働いてたりとかしてて、貸し別荘の会社でナンバー2やってたんだな。いやいや、そんな大したもんじゃないんですけど、そして結婚して、 2人でニュージーランドに行きました。はい。はい。ニュージーランドでは子牛を育てたり、ホテルの掃除やレストランで働いてまして、一時日本に帰ってたんですけど、その間はリゾートバイトで、旅館で働いてました。2人で。はい。俺は時系列で言うと、結婚前、要はニュージーランド前が IT コンサルの会社で働いとって、その後が、ニュージーランド、一緒やね。うんうん。まあ、旅館で、日本の旅館っていうはい。感じで今に至ります。今はニートです。はい、今ニートです。続いては、旅に関する質問に参りたいと思います。はい。はい。世界一周をしようと思ったきっかけ、皆さん気になると思います。ぜひお答えください。私はですね、20代前半の頃から世界一周に出て、カメラが趣味なんで、世界中の写真を撮りたいなって思ってたのが初めですね。かっこいい。まあでもただ、夢の夢と思ってました。はい。はい。実現しました。はい。素晴らしい。はい。で、僕は訳あってアジア一周してたんですけど、その時に、続きをいつかパートナーとしてこういう素晴らしい経験を共有したいなってずっと思ってたのが理由です。はい。で、アジア一周したっていう理由もいろいろあるんですけど、長くなるんでノートにまとめてあるんでご覧ください。続いて、どのくらい世界一周するんですか？トータルは、274日。はい、274日ですね。はい、274日の予定です。はい、4日っていう人あんまりいないと思います。おるよ、ここに。はい、はい。続きまして、この旅で行った国、まずお願いします。はい。全部言っていいんですか？全部言っていいですよ。台湾、インドネシア、はいシンガポール、はいマレーシア、はい、タイ、はい、ベトナム、はい、インド、はいウズベキスタン、はい、UAE、はい、ザンビア、はい、ボツワナ、はいナミビア、はい南アフリカ、はいサウジアラビア、はい、エジプト、はい、ヨルダン、はいで、今のトルコに至るんで17カ国目です、今。はい、正解です。はい大丈夫です。完璧、覚えてる。どんだけ自己紹介動画遅いねんって感じちゃう？確かに。どんだけ回ってそれやねんだいぶみたいな。回ってます。はい、だいぶ回ってます。はい。で、その他その他、そうやな、この旅以外で回った国、どうぞ。行ったことある国やね。うんカナダとフィリピンとオーストラリア、ニュージーランドですね。だけです。はい、わかりました。ちなみに僕は、この旅以外やと、韓国、あ、ごめんなさい。韓韓国も行ってます。はい。国、フィリピン、カンボジア、カナダ、ミャンマー、ネパール、
ぐらいじゃん。になるんか。そうやで。で、あとそのアジア一周しとったから全部行ってるけど、もう一回行ったってことだよな。そうやな。で、ちなみにフィリピンは僕3回行ってます。どんだけ好きなの？どんだけ好きなんだ。セブ島にしかも3回行くっていう。はい。です。じゃあ、これまでいろんな国行ってると思います。はい。その中で好きな国3つをお願いします。選べやんな。オーストラリアもいいし、ニュージーランド。でもやっぱニュージーランドは絶対入ってくるな。確かに確かに。あとは今回の旅で行ったボツワナ。うん。で、今現在いるトルコも結構好きなんで、トルコも入れたいなと思います。うわー、昔やつ合わせるんか。むずいな。ボツワナ、南アフリカ、ニュージーランド。うん。難しいね、3つ。フィリピンも好きやねんけどな、俺。そうやな、私も捨てがたい好きやな。まあでもそんな感じです。はい。はい。旅のルートの決め方、お願いします。あ、どうぞ。私じゃあここにカンペ書いてあるんで、シーズンに左右される行きたいところを優先的に気にしながら近い順。シーズンに左右されながら要は季節がこう、例えば8月しかこれは見れないっていうところを8月に合わせて行ったりとか、基本的には近い順なんやけど、そういう、なんていうの、例えばサファリが10月にベストシーズンやとすると、じゃあその10月、本当は近いけど、こう迂回してその10月に間に合う、ぴったりになるように回っていくみたいな感じのルートの決め方です。はい。なんで結構、王道ルートではなくて、ジグザグしたりするような。まあ、そうやな。それはそうやな。そんな感じです。はい。次の質問。お金はどうやって工面してますか？はい。ニートですよね。はい。私たちはそのニュージーランドにワーホリに行ってたんですけど、その期間にお金を貯めました。はい。まあそうやな。もうほんまに貯金したお金で回ってるって感じです。はい。はい。ただ、日本の旅館で働いてたって言ってたやん。ニュージーランドフルフルでおれんかったから、日本でちょこっと働いてるな。リゾートバイトして。予算の話はないああ、じゃあ予算もじゃあここでお伝えしていきましょうか。はい。予算は2人で550万ぐらいです。はい。大体それぐらいやな。うん。前後20万ぐらいはあると思います。はい。次の質問いきます。はい、旅先でのトラブルエピソード。これどっち話す？自分で話したら？いやいや、あなたが話して。どうしようかな。ナミビア中に起きた出来事なんやけど、耳綿棒でな、耳の中掃除しとってんな。そしたら俺お風呂入っとんのになんか助けてみたいな聞こえてきて、何事みたいな。結構なんか大変そうな声が聞こえてきたら、どうしたんって言ったら、中にって言って、何中にって言って。で、話聞いてみたら、耳綿棒の先っぽ、スポッと抜けて耳の中に入ってったらしくて。で、1時間ぐらい頑張ってこうちょっと、なんとか取れないかやってもらったんですけど、取れなくて。なんだっけ。裁縫道具の針、持ってきとったからそれで1時間ぐらいな。結構器用なんで取れると思ったんやけど、案外取れへんな。で、なんかちょっともう奥に入っちゃって耳痛くなってきて、これ危ないなってなったから、次の日ナミビアで病院に行きました。そしたら先生は笑っていました。でもなんとか、すぐに10分ぐらいで剃ってくれて、なんとか事なきを得ました。でさ、そんなさ、感じで病院ってめっちゃお金かかると思うやん。なんか海外で病院みたいな。しかも保険効くわけじゃないやん。そんな耳の中に綿棒なんて。いくらやったなんか1000円ぐらい。何の料金みたいな。よかった。意味どの値段それ。結果オーライやで。そうやな。っていうトラブルエピソードです。なんで、なんやろ。まあ結果笑えるようなエピソードしかまだ俺らは起きてないんで。そうやな。まあ結構旅人でもな、大変な目に遭っとる人もおるから、全然マシな方面白話でな。はい。なっとる。じゃあ次、一番感動した瞬間、どうぞ。ずっと昔からサファリに行きたかったんですよ。だから、ボツワナの朝のゲームドライブで見た朝焼けに染まる湖に今ちょっと鳥が泳いでるみたいな。で、今からゲームドライブでいろんな動物を見るっていうワクワク感とともに見たあの景色が忘れられないですね。白なまたたって感じだったな。ほんまに。なーじごんじゃーって感じだったよ。いや、そこまでは乗ってくれへん。はい、どうぞ。はい。次、俺の感動した瞬間は、一番は今んとこな、一番行きたいとこではなかったんやけど、まだ行けてないからそれは。6月中旬頃のビクトリアフォールズ。はい。あれは迫力がすごかった。日本でいろんな滝とか結構自然が好きやから見たことあんねんけど、ごめんなさい。正直言わせてもらって、あれ滝じゃない。あれはもう滝じゃない。ビクトリアフォールズ見たら、もうあれは滝じゃない。何回言うねん。もう、サクサク行くっていうのやら何回言うねん。はい、次行きましょう。次の質問は、夫婦旅ならではの質問に行きたいと思います。はい。旅先での役割分担をお願いします。
あなたからどうぞ。俺は基本的に荷物担当。全部持つわけじゃないけど、たまにマリちゃんの荷物を持ってあげてます。はい。あとは編集をやってます。基本的に。あとはボディーガードです。なってないけどな。よう言うたもんやな。あんまりな。言うたもんやな。このヒゲ見てみ、このヒゲ。いや、ヒゲだけやん。はい。あなたは？私の担当ですか？はい。料理担当と予約担当ですね。はい。いつもやってくれて宿とか飛行機とか全部予約してます。めちゃめちゃ助かってます、正直。旅で相手に感謝したことは何ですか？まあやっぱりいつも重たい荷物持ってくれるところですかね。はい。すごい助かってます。まあ担当ですから。これからもお願いしますね。私は料理と宿選び感謝してます。料理についてないけど、普通の手料理が美味しいとかそういうのじゃなくて、鍋で米炊けんの。それはマジで超助かってる。肉とか買ってな、鍋で米炊いてくれて、牛丼みたいな感じにして食べたりとかな。まあそうやな。うん。難しいやん。できる？できへんやん、普通。結構できると思うけどな。なんか、まいちゃん曰く、ちゃんと読んでいろいろやったらできるみたいな言うねんけど。一回覚えたらほんまにできるよ。いや、なかなか俺もキャンプでやったことあるけど、あれ米炊くんめっちゃむずいで。みんな挑戦してください。次行きましょう。はい、次行きましょう。一番の思い出のご飯は何ですか？南アフリカケープタウンで食べたお寿司です。はい。同じやろ？同じ。あれが一番美味しかった。ほんまにクオリティ高かったね。うんぜひ皆さん行ってみてください。期待した割には多分日本食かよって思ったんで。日本食なんです。はいすいません。はい。じゃあ、旅中で起きた一番の喧嘩は何ですか？あんたが話してください。はい。パスタソースを選ぶ際に、どっちのパスタソースにするかっていうので喧嘩しました。はい、結構言い合いしました。はい。結構言い合いしたんで、無限に話し合って解決しました。私が譲りました、最終的に。はい珍しいよな。うん。あなたが譲ってな。だってもううるさかったよ。結構俺譲るねんけどなほんまにう。るさかったよ。もうまあでも美味しかった嫌よな、あれ。になってきた30分ぐらいゲームして。もうどうでもよかったけどね。本当はもっと違うな、なんか深刻な悩みで喧嘩したいもんやけど、はいそんなんないな。はい。次。旅でお互いの新たな一面が見えたか、それがどこか。特にはほんまにないですね。うん。うん。強いて言うなら、強いて言うならなんかちょっと疲れやすい。こう見えてな。疲れやすい。すぐ疲れん。観光せえへん、観光。うんするけど、なんかホテルに降りたがる。一日平均歩くのも800 8000歩よ。 8000歩しか歩かんもんな。世界一周しとんのにな。もそれな。ったいない。もったいない、ほんまに。早く、動いて。すいません。はい。はい。マリちゃんの新たな一面っていうのは、結構ビビりかなっていうところですか。元からビビりです。はい。いやでもすごい飛行機とか最近怖い怖い言うてな。元から高いとこ苦手です。はい。で、もう一個は意外に体力があるっていう。はい。俺がないだけかもしれん。体力はあります。じゃあ続いての質問。次は視聴者さんから聞かれそうなことを答えていきたいと思います。はい。はい。チャット GPT が厳選しました。持ち物でおすすめのものは何ですか？一個絶対あるやん。あー、プライオリティパスです。もうこれ絶対必須。もう空港でね、たらふく食べて、無料でね。もう気になる人は調べて。はいもう調べたらもう記事たくさん出てくるから。絶対です。マスト絶対マストマスト。はい。次、あなた書いてあるよ。あ、私は、まあ女性なんで、ドライヤーですね。はい。結構ドライヤーないところ多いんで、うん。持ってきた方がいいと思います。はい。俺はそれこそプライオリティパスと延長コード。うん。めっちゃ役に立ってるくない？うん、立ってます。コンセント挿すところめっちゃ遠かったりするねん。うんうん。 1個しかないとかもあるし。そういうのがあるんで、しかも撮影もするんでデバイス充電せなあかんからいっぱいいるねんな。うん。はい、以上です。次。スマホやカメラの機材は何ですか？はい、答えていきます。はい。DJI Osmo Pocket 2、iPhone 16、14、一眼レフがソニーの α6400 と α7 III です。以上です。はい。はい。で、パソコン2台な。はい。ドローンは日本に置いてきました。そうなんよ。本当は持ってんねんけどな。はい。宿先の決め方。これマリちゃん答えようか。あ、私か。まあ、ロケーションですね。やっぱ街から離れすぎてないっていうところと、あとはもう口コミ。うん。すごい口コミます。日本人が結構泊まってて、口コミとかで綺麗って書いてたり、まず綺麗っていうか清潔って書いてるところとかはポイント高いから、うんそういうところで判断してます。はい。はい。予算は俺が決めたんやけど、その予算も、こう、またいい具合なところでいつも選んでくれてて、はいはい満足してます。ありがとうございます。はい次。言葉が通じないときはどうしてますか？
なんちゅう質問やねんなこれ。翻訳アプリ。はい、それしかないです。あとボディーランゲージぐらい。うん。そんな感じです。そんなもんやな。はい。はい。これから行きたい国3つお願いします。はい。まあ行く予定ではあるんですけど、スイス、うん、フィンランド、ボリビアですね。スイスいいな。うん。変えよう俺も。変える。俺はフランス、アルゼンチン、スイスです。はい。まあいろいろ理由はあるんですけど、そんな感じです。では今後どんな動画を出していきたいですか？質問です。言ってください。はい。カンペを見ながら言います。それ何回も言うのやめたら。3回目。いらんそれ。怖っ。カットカットカット。私たちのありのままの旅を一緒にしてるような感覚になれる動画っていうのを頑張って作っていきたいと思います。はい。ナチュにね。ナチュに。とにかくナチュに。はい。で、もちろん世界一周後も、日記形式、広まり日記っていうタイトル通り、日記形式で自分たちのその後を、お届けしたいなと思いますので、チャンネル登録お願いします。お願いしまそんな押し売りしないですか？暑い。暑い。汗かいてきた。ちょっと汗かいてきた。はい、もうちょっとで我慢してください。はい。はい。チャット GPT 曰く、おまけちょっと面白い系の質問がここで入ります。はい。お互いの好きなところ。ってなんか書いたやつ言えばいいだけやん。ないかな。あるやん、ここに書いてるやん。優しい。まあ、とにかく優しいかな。あとは、まあ、たまに優しくない時もあるけど。優しいっていうのと、まあやっぱ一緒におって友達みたいな。友達やったしな。うん、楽しめてるっていうのがいいところかな。はい。はい。俺は優しさ、面白さ、献身さですね。はい。自分ができないところとかをすごいサポートしてくれるんで、そこはすごい助かってます。ここで、緊急速報が入りました。はい、カンペの iPhone が高温注意、iPhone の温度が下がるまでお待ちくださいと出ました。あと何やったん？覚えてない？質問覚えてない。覚えてない。何やった？なんかあれじゃん。大変、一番多分ちょっと待って、iPhone 止まってないあれ。ほんまやな。大丈夫やけど。はい、やっと iPhone が冷めましたので、ちょっと気をつけながら撮ってきます。はい。はい。お互いの直してほしいところお願いします。はい、まあね、旅してるからお金にシビアになるっていうのはちょっと仕方ないことなんですけど、なんかちょっとお金かかるような話をするとちょっと不機嫌そうな顔するところですね。まあ特にですね、ちょっと安い国やっとしてもこうなんかジュースとか買いたいとか言ったらなんかちょっと嫌そうな顔するところとかですかね。これでも買っていいよって言うやん。言うんやけどなんかちょっと嫌な顔がすごい引っかかるっていうか、まあちょっとそういう顔に出るところですかね。はい。俺は変顔が日に日に増えていくところ。こんな可愛い変顔ちゃうでな。ほんまに全力のフルフルのやつやってくるから。とお腹がすくスピード。お腹減った。ずっと言ってるほんまに。なんかね満足感が得られないんですかね。おかしいんです。あと寝すぎな。眠たいんです。はい。ほんまにずっと寝とるの最近。いや眠たいんです本当に。で、次旅先で出会った面白い人。ワッキーハロー。純粋な面白さで言ったらダントツワッキーやな。ワッキーおもろい。これマジでチャット GPT が考えてんな。こんなん出てくるとは思わんかった。ちなみに旅の仕方なんていうの、旅のスタイルが面白い人って言ったらもう全員やな。うん。もうここでもう全員そのスタイルが違うからめっちゃ話聞いてておもろいよな。そうですね。はい、そんな感じです。もし1カ国行ったところで住むならどこですか？一緒やんこれ。いやでもねボツワナ住みたいんですけど、いやでも住みたいって言ったら語弊な。なんかボツワナに住んだらなんかすごい動物とかいっぱい会えるかなっていう意味で選んだんですけど、まあちょっとなんか不便さは多分あるから、そういう意味ではなんかタイとかの方が不自由なく住めそうみたいなのはある。真剣な話するとその教育システムとか法律とかが結構すごい日本よりもしっかりしとっていいよな。そういうのがあって僕はあげました。はい、はい、最後の質問。旅行後の夢、目標。夢を語ってください。はい。はい。夢を多く語りたいところなんですが、これは世界一周後にどんどん出していきたいので、簡潔に話すと、2人で何かしら自営するか、自分が会社員しながらしたい副業が何個かあるんで、それを進めれたらなと思ってます。はい。で、それをどんどん動画で発信していきたいと思っております。人生やりたいことやるのが一番。誰怖い。みんな見てんで。みんなめっちゃ見てんで。まあそういう感じですね。そんな感じかな。はい。好きな食べ物は？好きな食べ物お寿司。日本食食べたい。嫌いな食べ物は？嫌いな食べ物はトマト。
なすび。トマトも嫌いやねん。最近食べるよな、トマトな。食べるな。キロかもええやろ。はい。はい。じゃあねー。You changed the way